皆さん、こんにちは、ライです。さて、実践編になります。耳コピを行う上で、今回は課題曲を設けました。また、実際に耳コピしている状況を録画しました。何を感じ、何を考え、音を拾っているのか、そのあたりのノウハウを交え説明いたします。では、耳コピしていきますね。ギターのチューニングは、基準周波数 440Hz の前弦半音下げとなりますので注意してください。なお、私は対象曲がアコースティックであっても、エレキギターで耳コピすることが多いです。まずは出だしの1小節だけ流してみます。波形が見えると、大きな山が4つあります。つまり4音しかないことが明白です。これは簡単そうですが、実はこだわると結構難しいです。ここで、私が耳コピをしている状況を見ていただきます。このように原曲の部分リピート再生をしながら、音を拾っていきます。第1音は、いい音であることは、すぐにわかりました。一番聞き慣れている音だからです。先に進めずに何かを気にしている様子が伺えると思います。気にしているのは出始めの1音です。音としてはいい音であることは理解しました。同じいい音の音階は多々あります。こだわっているのは1弦開放音のいいか2弦 5F のいいかという点です。このどちらが正しいかを判断する必要があり、それを確認しています。私はここで1弦が正しいと判断しました。判断自由は音の振動の太さとなります。どういうことか説明する前に音をまずは聞いていただきたく思います。1弦開放音と2弦 5F の音は音程こそ同じであっても2弦の方が音の太さが違うという点です。では、イングベイの音を聞いてみましょう。この音に対する表現が適切かわかりませんが、イングベイの音は乾いた音に聞こえ、2弦の音の太さがないように感じます。よって、私は1弦開放音であると判断しました。この音の太さで判断することは耳コピする上で、とても重要であり、頻繁に確認することになります。また、第2音が鳴るまでに、2弦 5F の音が重なっていないという点も判断した基準となります。本来であれば、この音に対する確認は終わりますが、この曲はイングベイの実際の映像もあるため、確認します。非常にわかりづらいので、マエストロの所作を確認します。フィンガーボードから完全に離れた左手が、第1音を弾いた瞬間にはフィンガーボードに触れているのがわかります。2弦 5F を瞬間的に抑えているのでしょうか。あまりにも瞬間的な所作ということがわかります。後続の音を出すため、大弦準備をしただけ、と疑うことに至りました。ここで右手に注目します。カメラブレがあるため、わかりづらいのですが、右手の甲の角度の変化から、アップピッキングをしていると思います。スローによるコマ送りで念のため確認しました。やはりアップピッキングをしていることがわかります。2弦 5F を瞬間的に抑え、さらにアップピッキングから弾き始めている。ちょっと考えにくいです。1弦をアップピッキングから弾き始めていると考える方が理性的です。よって、1弦開放音から弾き始めている、と最終判断を下しました。このような流れで耳コピした内容を自身が納得するまで行います。とはいえ、すべての音をこのレベルでの確認はしません。自身の感覚で、こだわりが必要と感じた際の一例です。それに、絶対的な正解とは思ってません。確認できる限界までは確認できたので、自身を納得させた次第です。ここで、指摘に重要だと常感じている点があります。今回私は、音源でポジションを判断した後で、
その妥当性を測るために、イングベイの動画演奏を確認した次第です。そこで、先に動画見た方が早くない、と思われるかもしれません。これには理由があります。もし動画を先に見て耳コピをしてしまった場合、イングベイの腕の位置から2弦 5F を抑えていると判断し、疑問すら湧かなかったかもしれません。音源を先に聞き込んだ上で疑問を感じ、その妥当性の判断に至ったからこそ、確認観点が生まれ、的を絞って確認することができたということです。動画の確認は、音を拾うためのものではなく、イングベイの所作を確認するために見た方が精度が増すと私は感じてます。音こそが全てであり、視覚情報は参考程度にとどめることが、私は重要だと思ってます。では、次の音へ続きますね。第2の音は、音程が上がってますので、第1音が開放弦ならば、次も1弦だという想定ができます。第3音では、ビブラートをかけていることも分かりました。ビブラートの揺れ回数は2回で表現していると思います。第4音が F シャープの時点で、この曲が E マイナーだろうと気づき始めます。ここまでで財布をしたテキストがこのような形となります。その後も音を拾っていきますが、E マイナーを前提に音を探っていく形となります。なお、ハーモニックマイナーやフリジアンスケールなど何が使われているかといった考察をしながら音を拾っているわけではなく、イングベイがよく使う分子がある程度頭に入っているため、パターンとして次のポジションが想定しやすいだけです。このあたりは耳コピになれれば誰でもなんとなく分かってしまうものだと思います。このような流れで耳コピをし、財布をしていきますが、財布内容についてはここでは公開は控えておきます。耳コピにご興味を持たれた方は、続きを挑戦していただきたいと思います。ここからは、局所的に耳コピのノウハウとして説明させていただきます。早いフレーズを耳コピする場合のノウハウとなります。まずは聞いてみましょう。16分音符であることがわかると思います。当たり前ですが、音が16個断続的に流れることとなります。これを一度に耳コピをするのではなく、さらに半分の単位で聞き込みます。8音だけになりました。8音をリピートしながら、レ音を集中して音を拾います。次に、8音の最後の音を拾います。次に拾うのは4番目の音となる四分音符の最後の音です。この音ははっきりした音に聞こえません。レガートプレイだということがわかります。音の質からしてプリングしていることがわかります。音出しからプリングオフまでの2音がどこかを探ります。これで次の四分音符の出音まで音を拾えた状態となります。なぜこのようなやり方をしているかと申しますと、開始と最後の音というのは比較的音を拾いやすいという理由となります。絵で例えるならば、ごちゃごちゃした中央より外枠から見た方が分かりやすいということです。では、拾った4つの音をギターでどのように押さえるか試してみます。すると使わない指があることに気づくと思われます。その使わない指が中間部分で使われる可能性があるということです。では、中間部分の音を拾います。確定したポジションと使ってない指で音を探っていけばよいのです。こういったフレーズを分解した場合、分子は特定の限られたボックス内でスケール音を出していることがほとんどです。イングベイは瞬間的な横へのポジション移動が激しい人です。とはいえ、四分音符や八分音符レベルでは、ポジションは固定されていることがほとんどだと思います。逆に横へのポジション移動が激しいフレーズは、
スイープ奏法がほとんどであり、弾いてすぐわかるレベルです。もちろん、すべてにおいてこの方法が使えるとは限りませんが、基本的にはこのような流れで耳コピしている次第です。実際、16分音符ぐらいならば、慣れればそこまで苦労はしません。32分音符となってくると、かなり聞き込む必要が出てくるかと思います。それでも何度も繰り返し聞いて、拾いたいターゲットの音のみを耳に入れるように判断していく手法が基本です。次にスイープの耳コピの方法となります。なお、スイープとは、複数の弦をほうきで吐くように連続してピッキングする奏法となります。課題曲でも複数回スイープが使われてます。まずは聞いてみましょう。これがスイープ奏法の音となります。ここで重要なのが、この音を聞いてスイープだと判断できるか否かとなります。イングベイのみならず、スイープの音は各弦に対し、ピックを断続的に吐くように音を奏でます。コードストロークをゆっくり弾いたような音となります。耳コピとなると、かなり速いため、大変そうに聞こえると思います。ですが、スイープの耳コピは意外と簡単です。私の場合、スイープに限っては理論から推測してます。理論といっても私が使う音楽理論などは大して難しい内容ではありません。まず、イングベイのスイープは大体がパターン化しております。ポジションが異なるだけで運指パターンが同じということが非常に多いです。つまり、パターン化された型と音の流れを覚えてしまえば、耳コピをするまでもなく、弾いた直後に何をやっているか分かってしまうということです。ここでトライアドについて説明いたします。イングベイが弾くスイープはトライアドと言われる3つの構成音を使って弾いていることがほとんどです。指板に対し、押さえるポジションマークを記載しました。このポジションはマイナートライアドとなります。同じ色が同じ音程を表しています。トライアドは構成音が3つしかないので、音の種類は3つ、つまり3色しかありません。赤丸マークが3つの構成音のルート音となります。ルート音とは奏でる音の数々で、最も低い音を表す基準音です。これがコードネームとなります。例えば、6弦5フレットをルート音としてこのポジションを弾いた場合、a マイナートライアドとなります。6弦のみを対象に、ルートの次の第2音、黒丸は、ルート音から3フレット分移動した位置となります。ギターはフレット間隔が半音ですので、1音半分の音程差があることになります。この音程差を単3度、マイナーサードと言います。次に、第3音の緑丸マークとなりますが、これはルートから7フレット分移動した位置となります。3音半分の音程差があり、これを完全5度、パーフェクトフィフスと言います。ここで混乱する人が多いと思います。度数とはルート音を1度と基準とし、ルートから 1.5 音分移動すると単3度、マイナーサード、2音分移動すれば3度となり、4音分移動すれば5度となります。眠くなりますし、わかりづらいと思います。要は単純にルートから3フレットと7フレット移動した音の構成が、マイナートライアドって覚えると楽だと思います。ではポジションを縦方向に見ます。使っている音はすべて、ルート、マイナーサード、パーフェクトフィフスの3音構成となってます。イングベイがスイープを弾く一つのパターンが、このポジションだというわけです。例えば、この部分を1弦プリングから2弦、3弦と弾けば、レイモンドライバーのソロのスイープとなります。4弦から弾けば4弦スイープになります。6弦から弾けば6弦スイープです。では、マイナーがあるなら、メジャーもあるという点になります。こちらがポジションです。メジャートライアドはルートから4フレット移動した位置と、7フレット移動した位置が構成音となります。マイナートライアドとの違いは第2音が半音分上がっているだけとなります。
このパターンでは5弦や4弦から1弦にかけてダウンスイープする場合によく利用されることが多いです。もう一つメジャートライアドを紹介します。ギターは同じ音が鳴るポジションが多々ありますので、同じ構成音でポジションが異なるパターンがあります。こちらとなります。5弦から弾くことができますし、何よりこのパターンでは3弦スイープで多用されるポジションです。いかがでしょうか？聞いたことがあると感じられましたでしょうか？先ほどのディーモンドライバーにつなげると、こんな感じです。なお、課題曲では、これらトライアドの2パターンが使われていると思います。もう一つ紹介したいスイープがあります。その前にディミニッシュというマイナーコードについて説明いたします。ディミニッシュの構成音は非常に印象的な響きを与えるもので、かっこいいコードトーンだと私は捉えてます。では、まずディミニッシュ、トライアドを説明します。トライアドなので、構成音は3つです。6弦のポジションはこちらとなります。マイナートライアドとの違いは、第3音が半音下がったポジションとなるだけで、赤丸ルートからフレットを3つずらした音と、さらに3つずらした音の構成となります。ディミニッシュはポジションが非常に覚えやすく、音の間隔がすべて1音半固定となっている点です。ギターの構造上、このコードは非常に便利なもので、1音半間隔で弾けばディミニッシュと認識しながら弾くことができます。このディミニッシュ、トライアドに対し、第4音を追加すると、ディミニッシュセブンスというコードとなります。この第4音が加わったコードはイングベイの曲において、クラシカルな印象を与える大きな要素の一つです。では、縦方向のポジションを見てみましょう。6弦ルート音から運指を意識して一部を並べてみました。例えば、この赤枠部分をルート、6弦5フレットから順に a マイナーで弾くとこうなります。こちらの高音弦ポジションは、イングベイがスイープで多用するポジションです。つなげて弾くこともできます。ディミニッシュセブンスはすべての弦において、隣り合うポジションが1音半間隔だという点がポイントです。この等間隔4音という構成がとても扱いやすいということになります。音階は1オクターブが12音しかないため、異なる構成音の種類は実質3種類しかないという点にあります。この構成音をポジション移動して弾くときは、3フレット分移動します。その場合、すべての構成音は4種類しかなく、同じ音階を弾いていることとなります。下弦の3本弦スイープのポジションを3フレットずつ横に移動するパターンとなります。はじめはルートのポジションが3弦5フレットとなり、B 音ですので、B ディミニッシュセブンスがコード名となります。次のコードは3フレット移動し、3弦8フレットは D 音ですので、B ディミニッシュセブンスです。次も同様に、3弦11フレットは F 音ですので、F ディミニッシュセブンスとなります。これをスイープで連続して弾くと、メロディーとしてはこうなります。どこかで聞いたことがあると思います。これは、トリロジースイープ OP5 のスイープそのものとなります。さらに、ディミニッシュセブンスは3フレット間隔という特性上、キーにあまり依存しない構成音となります。使いすぎはよくありませんが、メロディーの切り替わりをつなぐような役割があります。最後に、ここまで紹介したポジションをまとめて表示しますね。このポジションを覚えるだけで、耳コピは相当楽になります。慣れてくると、キーが異なるだけで同じメロディーだとすぐ気づけると思います。ルート位置を変えて、同じポジションで弾いてみると合致するメロディーはたくさんあると思います。では、ここまでをまとめます。
スイープ奏法はトライアド、ディミニッシュセブンスで弾く場合がほとんどです。マイナートライアドはルートから3フレット、7フレットずらした音の構成音となります。メジャートライアドは第2音のみマイナーと異なり、ルートから4フレット移動した構成音となります。ディミニッシュセブンスはポジションを変えるとき、3フレット間隔でポジションをずらせば良いだけです。スイープ練習の一環として、ポジションパターンを練習しつつ、音の流れを記憶してしまいましょう。音のパターンが分かったら、ルートがどこにあるかを確認する作業なので耳コピは超簡単です。耳コピに関するノウハウとして3部作公開いたしましたが、お役に立てましたでしょうか。耳コピって面倒だと思うんです。特に慣れないうちは成果が目に見えて感じるものでもないので、モチベを保つのがギター以上に大変かもしれません。しかし、これについても経験が全てだと思うんです。慣れてくれば、聞いただけでどんな形で弾けばよいのか、耳コピする前から分かってくるものです。少しずつ、経験を積めば必ず糧となると思いますので、頑張ってください。また、耳コピにおけるノウハウ動画はこれで完了しますが、コメント欄で質問をいただければ、続きの動画もアップしようと思います。ギターのレビュー動画でも同じことが言えるのですが、何を伝えれば皆さんが喜ぶのか、これが一番難しいところでして、声を上げていただければ、求められていることに気づけるという点もあります。それでは、今回の動画はここまでといたします。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは。